どうも皆さんこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはルーティンのすすめです。今回の内容について、1、時間管理としてルーティンのすすめ。2、ルーティンの意味と効果。3、陥りがちなこと。4、僕が実践していることについて説明していきます。1、時間管理としてルーティンのすすめ。考えることが多すぎる。やることが多すぎる。周りに振り回されている気がする。変則的な働き方で時間管理が難しい。このようにタスクや時間に追われていると感じている方にはルーティンがおすすめです。2、ルーティンの意味と効果。まずはルーティンの意味です。決まっている手順、お決まりの所作、日課、習慣のことを言います。一流のスポーツ選手が競技の時にいつも同じ所作をしているというので有名になった言葉ですね。次にルーティンの効果です。一つ目は精神を落ち着かせて集中しやすくなります。変化や緊張のある状況ではストレスになり注意散漫になることがあります。いつもと同じ行動をとることで心が落ち着き集中しやすくなります。二つ目は余計な考え事の時間を排除できます。例えば、いつもと同じ昼ご飯を食べているとします。すると、昼ご飯は何を食べるのかと考える時間が少なくなります。三つ目は変化に気づけるようになります。いつもと同じことをしているのに、心境や取り組むスピードが違う時があります。自分の心や体の変化に気づくようになります。四つ目は積み重ねの効果があります。例えば夜に英単語を10個勉強してから寝るというルーティンをしている人は、1年で英単語を3650個勉強することになります。積み重ねたいことはルーティンとして定着させると継続しやすいです。3、陥りがちなこと。まずは手段が目的化となり、ルーティンだからやらないといけないになってしまうことがあります。先ほど説明した効果をするためにルーティンはあると思います。ルーティンだからやらないといけないと思ってイライラしていたらずれていますよね。次に変化していることに気づいたにもかかわらず執着しすぎて変えれないことがあります。周りの変化や自分の変化に対して適応すべきことがあります。その時は今行っているルーティンを変更した方が良い場合があります。最後に自分が行っている行動以外に効果がある行動を見落としているかもしれません。例えば毎朝健康のために飲んでいるジュースがあるとします。そのジュースよりも他のジュースの方が効果が高いこともあるので、ルーティンにこだわりすぎて気づかないことがあります。4、僕が実践していること。まずはインプットとアウトプットについてです。一つ目は毎日勉強をしています。主に使っているのはメルマガ、本、ネット記事、YouTube です。以前に配信した時間という資源にも話した通り、僕は通勤時間が1時間です。その通勤や帰宅時間を活用して勉強しています。2つ目は毎日手書きのノートを書いています。企業活動の一環として始めたルーティンです。勉強したこと、ビジネス関係、内政の内容を書いています。世の中はどんどんデジタルになっていますが、手書きの方が自分の感情が字に現れるのでおすすめです。3つ目は毎日ツイッターに投稿しています。主軸は医療・介護関係、ビジネス関係、自己研鑽関係、各活動のシェアです。概要欄にリンクがあるので気になる方はクリックしてください。4つ目は毎日ブログを書いています。好奇心のある日々をテーマに読んだ記事や本、見た映画や聴いた音楽などを紹介しています。ブログも概要欄にリンクがあるので気になる方はクリックしてください。最後にマネジメントです。まずは毎日エバーノートを使って情報を整理しています。読んだ記事のリンク、雑談で気になったこと、ひらめいたこと、手書きのノートの写真を載せています。キーワードを入れて検索すると過去に手書きで書いたノートが出てくるので便利です。
次に毎日支出を記入しています。これもエバーノートを活用しています。最後に毎晩部屋の片付けをしています。できる限り部屋をすっきりさせてから一日を終えるようにしています。このようにルーティンを説明していましたが、定期的に自分の行動を見直してルーティンを変更しています。1年後は違うことをしているかもしれませんが、それはそれで良き変化になっていればと思っています。今回はルーティンについて説明してきました。人によって価値観は様々です。重要なことは違います。皆さんそれぞれで良き人生になるようにルーティンを活用していただけたら良いのではないでしょうか。今回の動画が良い参考になればと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。